立ちコマを創始。ようこそよきモデル生。今回の動画はピカピカに輝く立ちコマを作りましょうよって、それだけのシンプル企画でございます。それじゃいくばよ。今日作るキットはこちら、ウェーブ製立ちコマバージョン204このパッケージシンプルでかっけよな。じゃあ早速開けてみよう。いつもはデザインナイフを使ってるけど、絶対カッターの方が使いやすいって、あれこれホチキスじゃん。つまり手作業で梱包してるってこと？なんかチェカーみたいになっちゃったね中身は白、黒、青のランナーにシール、トリセツっすね。じゃあサクサクパンドで組んでいこう。今回立ちコマを作るにあたって広角機動隊スタンドアローンコンプレックスを見たんだけど、面白い。ジジイ。立ちコマは前からしててね、もともと好きだったんだけど、まさか喋るとはね。しかも声がめちゃめちゃ可愛くて、ますます好きになっちゃいました。なんと良きアルティメットニッパーを入手しました。こいつで2度切りしていくぜ。ニューンって切れて、パーツをえぐる心配なくバリを最小に切れてめっちゃ気持ちいいです。俺が今更おすすめするまでもない超王道ツールなんですけど、あえて進めさせてもらいます。あ、そうだ、恒例の解説いきましょう。立ちコマとは広角機動隊シリーズに登場する人工知能を搭載した兵器なんですね。設定では自ら思考し自律的に行動できる戦車ってことになってるんですよね。口のように見える部分は榴弾砲っていう兵器なんだけど、立ちコマたちがね何かとすぐ撃ちたがるんで、普段は鍵付きのカバーがついてるんですよね。で、作中にはトータルで9体の立ちコマが出てくるんですけど、それぞれ違った成長をしていくっていう魅力もあるんだよね。はい、素組みできました。めちゃめちゃいいですね。でもなんか俺が知ってる立ちコマとはちょっと形状が違うような気がします。ここからは加工をしていこう。今回 LED はヘッドライトとテールランプの2箇所入れましょう。段ボール線機よりちょっと大きめだから、電池とスイッチもね内蔵してみようかな。胴体ぶち抜きました。この中に電池ボックスとスイッチを入れます。ヘッドライト部分にも穴を開けました。じゃあ苦戦図書いていこう。 LED はヘッドライトとテールランプの2箇所に入れるって言ったんですけど、ここはねピンコネクタを使って取り外せるようにしましょう。こうしとくことで組み立てで後々生きてくんだなこれが。じゃあ線引いていきます。今回は黒と赤の2色で十分ですね。 LED が並列でつながってればあとは適当で大丈夫っす。ちなみに電飾したいけどハンダゴテを持ってないって人は、100均に電池ボックス、スイッチ、 LED が全部セットになった商品があるんで、そういった商品を使うのが簡単でいいと思うよ。じゃあ書いた苦戦図通り配線していきましょう。あっちバーバ無事完了っす。試しに配置していこう。スイッチが非常に操作しづらい位置だけど、しょうがないね。というか手前にスイッチつけたらこの横のパーツつけらんなかったわ。ヘッドライトをコネクター接続にしたのはもう完璧だね。じゃあ加工に戻ろう。まずは必要のないパーツ合わせ目は接着で埋めていきましょう。足は目立つパーツでもあるし確定だね。もちろん手も描く。あとは胴体だね。で顔なんだけれど、トリセツの完成形を見ると綺麗に合わせ目消してるんだよね。ただね、顔のパーツを接着しちゃうと後はめ加工が必要になるし、顔に LED 入れるっていう関係上ね結構難解な構造になっちゃうんだよね。なんで立ちコマの顔には線が入ってるものだと今回はさせてください。立ちコマの顔はもともとこうでした。よろしく。ジジイ。接着したらやすっていこう。
あと平らな面も鳴らしておこう。細かいことなんだけど、引けを消すことで全然出来栄えがね変わってくるんですね。引けが大きくて平らにならないようなところはトキパテを持って一回やするとね楽っすね。光沢をプラモを作る場合は特に重要なことだと思うんだよね。逆エッジ部分はニードルで鋭利にして、境目なんかの線が入る部分は筋を折っておこう。このキット結構ね溝が浅いんで、墨入れする前提ならもうほっといた方がいいと思いますね。肉抜き穴も埋めておこう。穴埋めに使うのは余ったランナーと接着剤を混ぜて簡易的に作ったパテを使ってます。あ、こぼれちった。拭いとこって、机も溶けちゃいました。バーバ加工が終わったらマスキングして、なんと良き塗るタイプのマスキングを入手しました。ジョイントのへこみにテープ貼るの難しかったから、これは助かるなっつってね。思ったよりサラサラで緊張変わる。うまくいってくれ。ハローハロー、こちら塗装ブース。大雑把にサフを吹いていこう。乾いたら傷やへこみを確認して、合わせ目も完全に消えたよね。塗装色を決めていこう。赤とか緑もねいい感じだよね。でまあメインの色は淡めの青だね。関節部分は金とか銀とかまあどっちでもいいんだけど、まあ設定通り銀にしておこう。てかあれ、足の合わせ目消すよなかったじゃん。取説見るとこれ線入ってるね。そもそも表側と裏側で色違うじゃん。まあもうこのまま行くしかないな。こんな感じで見本と比較するとこんな感じですね。じゃあガンガン塗っていこう。はじめは焼き鉄色かき混ぜ専用棒をこんな感じになりました。ざらつきのある銀って感じっすね。次は黒鉄色できたんですけど、なんか G っぽくねこれ次はホワイト、クソ汚なブラック、メイン色はスカイブルー。塗り終わったのがこちらです。テカテカだージジイ。じゃマスキング剥がしていこう。マスキングゾルやべえ、全然取れねえ。ちょっと荒技でいくしかねえな。マスキングゾルは水溶性らしいのでちょっと水洗いしてみましょう。なんとか全部取れました。水洗いが一番綺麗に取れるかもしれないですね。剥がすのがうまくいけばマスキングゾルめちゃめちゃいいかもしれないですね。てかほら余ったランナーぶっ刺してクランプするのめっちゃよくね。じゃあ光沢クリアでトップコートしていきましょう。見てくれー、ツルツルだ。やっぱ立ちコマこれだよね。じゃあ墨入れしていこう。使うのはこちらタミヤの墨入れブラック。瓶の中にメタルボールを入れて攪拌して使ってます。エナメルは簡単に剥がせるので雑にガンガンいっちゃって OK っす。手がプルプルする。棒を持つより置いてやった方がいいと思うよ。はみ出した部分は綿棒に溶剤を染み込ませて拭き取るだけで OK っすね。艶消ししてる場合はうまく拭き取れないこともあるんで、まあそこは気をつけてくれ。はい、これで完成と言いたいところなんだけど、実はマスキングゾルを剥がすのにいろいろやってるうちに結構塗膜を傷つけてしまったんだよね。ぶっちゃけここを直す気力はもうないっすだからあえて存在しない立ちコマ、後輩立ちコマに改造しましょう。まずは艶消しを全体に塗布していきます。乾いたらミスターウェザリングカラーステインブラウンを使うぜ。このシリーズはね塗料がめちゃめちゃ分離してるんでよく攪拌しましょう。
もちろんメタルボールでね。塗るとビビるかもしんないけど、これガンガン塗っちゃって大丈夫っす。拭き取ったり伸ばしたりなんやかんややるとこんな感じになるぜ。いやー、これだけだいぶ朽ちたね。でもまだまだ足りん。次は傷をつけていこう。シャーペンで大体の当たりをつけていくぜ。描いた線に沿ってナイフで切っていく。さっき磨いたのに心が痛むぜ。傷は線で描くより細かく点で切っていくとなんかリアルな感じがするっすね。線に沿って切れたらガイアノーツエナメルの赤サビを傷に沿って塗っていくぜ。この塗料には細かい粒が入ってて、乾くとサビのようなざらついたような表面になるんだよね。胴体も同じ感じで切りました。フォーカスが当てに行く。乾いたのがこちら。本当にサビみたいじゃないこれ。次にサビに表情をつけていきます。使うのはマルチブラック。これで点を落としていきます。意外とサビってね、一色じゃないんですよね。次はラストオレンジ。さっきのサビ部分から下に垂れたような線を描いていきます。ラストオレンジは特にね、分離が早い気がするんで定期的に振っていこう。蓋がオレンジ色のシンジ君になっちゃった。床もまあ服につかなくてよかったぜ。気を取り直して縦線を無心で描き続けよう。まあこれで塗装は終わり。じゃあ組んでいこう。カン&セイ。それじゃあ完成品どうぞ。陽気モデルス。